いやー、ホーチミンメトロ、いつ完成するんでしょうかね。着工から10年経ちますが、様々なトラブルにより開業は遅延オブ遅延。2023年4月には、今年9月の建国記念日までに開通するように、と、いわば、お気持ち証明がサム・ミンチン首相よりなされました。現在、開業は2024年7月予定とされています。というわけで、各駅の予定地がどうなっているのかを実際に見に行ってみました。全駅。というわけで、先ほどから映している弁泰駅からスタートです。1号線は、ここから外国人が多く住むエリアや、今後発展が見込まれるエリアを経て、新東武バスターミナルまで至る路線です。駅の最寄りといえば弁泰市場ですが、実は中に入ったことないんだよね。路線バスターミナルもすぐ近くにあります。高島屋へも歩いて行けますが、次の駅から行った方が近いかもね。お次はホーチミン市民劇場駅。その名の通り、市民劇場前にできる駅。ここからの地下区間の施工は清水建設が手掛けます。周りにあるものは一大商業地のどんこい通り。在住日本人がお世話になりまくるビンコムセンターやパークソンもここ。ホーチミンさんの銅像とホーチミン人民委員会庁舎が、歩行者天国であるグエンフエオー通り。他には統一街道、サイゴン大聖堂、ホーチミン市中央郵便局など、どんこい通りに観光スポットが固まっていることを改めて実感。お次はバソン駅、サイゴン川沿いにある駅です。この辺りはオフィスビルが多いので、通勤需要があるのかな。中心部と新都市をつなぐバソン橋、巨大建造物いいぞ。近くではグランドマリーナサイゴン案件が進行中ですが、そもそもオプション買うような人々はメトロ乗らないよね。さすがに全駅を歩いて回るほど土地狂ってはないので、ちょくちょく売宅を活用します。お次はバンタイン公園駅。ここから高架駅になります。地下鉄言うとりますけども、実は地下区間は3駅のみなんですね。これまでの3駅に比べると、まだ作業中感が強いな。駅名にもなっているバンタイン公園。都会のオアシスとも言えそうな自然豊かな場所です。お次はタンカン駅。一応 B ホームズセントラルパークやランドマーク81の最寄りです。未だに駅周辺が未舗装ですが、大丈夫か？プラットフォームを見ると、ホームドアが設置されているのがわかりますね。お次はタオディエン駅。ここから旧2区のトゥードゥック市に突入します。この近辺には多くのレジデンスがあり、またおしゃれなお店が集まるエリアでもあるため、次のアンフン駅と合わせて日本人の利用が多くなりそう。どうでもいいけど、タオディエンをチュノムで表記すると、草田なんですね。自由が丘がかつてヤバタと呼ばれていたのを彷彿とさせる素朴さだな。お次はアンフン駅。駅周りは未だゴリゴリ舗装中。駅とほぼ直結といって差し支えないビンコムメガモール。一帯にニョキニョキと立ち並ぶバステリタオディエン。道路を挟んでいろいろな施設がありますが、向かい側に渡るのだるそうだな。
お次はラックチェック駅です。ここから旧トゥードゥック市。突然駅前が地味になりました。何も見どころがないな。フォード、トヨタ、インファストなどのカーディーラーのほか、道路の向かいにはゴルフ場や運動場があるっぽいです。ラックは運河という意味で、駅の北にはラックチェック橋があります。歩行者がいない中、バイクや車のドライバーからはどう見られているのだろうか。お次はフォークロン駅。マジで何もありません。セメントなどの製造を行うビセムハーティエン社の工場が駅前にあります。他にあるものは物流大手のジェマデプト社による港湾ターミナル。2019年には住友商事が出資参画するなど日本との関わりもあります。地味なエリアに見えてロジスティクスの一大拠点なのですね。この辺り道路の砂ぼこりがすごいな。もう全身砂まみれや。お次はビンタイ駅。入り口付近の舗装が完成していますね。駅近くにラビータチャームというコンドミニアムや個人商店がいくつかあります。お次はトゥードゥック駅。地名を冠するだけあって駅周辺はなかなか栄えています。おしゃれなカフェなんかもあり、深掘りすると面白そうなエリアです。お次はハイテク区駅。2002年に設立された西郷ハイテクパークの最寄り駅です。インテル、日本電産、NTT、サムスン電子などが拠点を構えます。自分、飛び込み面接いいっすか？ホーチミン市中心部や旧2区から通勤する人にとってはだいぶ便利になりそうですね。駅とハイテクパークは高架で接続されます。お次は国家大学駅。駅近くにベトナム国家大学ホーチミン市港情報技術大学がありますね。観光目的なら奇界遺産こと水ティエン公園だけで十分お釣りがきます。お次はいよいよ終点。国家大学駅から勇んで売宅で向かいます。降りる場所間違えた。駅の位置がこれまでと反対側になっていますね。さすがにこの道路を横切るのは無理ゲーだな。道路の反対側に行くだけのために泣く泣くタクシーに乗りました。畜生だよ。終点、水ティエンバスターミナル駅にたどり着きました。さボーボーじゃないですか。終点ということで他の高架駅と構造は異なりますね。2020年に開業した新東部バスターミナルと接続します。メトロでここまで来てバスでさらに移動するという構想みたいですね。バスターミナルの完成予想図。メトロ自体もここからさらに延伸する予定のようです。とりあえずホーチミンメトロ1号線の全駅を巡りました。いやー疲れた。合間合間で売宅を使いましたがトータル2万歩くらいは歩いたんじゃないだろうか。それにしてもメトロ1号線だけが開業したとして利便性を享受できるだろうか。でも今後沿線が開発されてレジデンスなどできれば新たな商圏が生まれ街が様変わりするかもしれませんね。いろいろ言いましたがメトロ開業を楽しみにしています。これをきっかけに渋滞の解消や経済観光の発展につながることはもちろん日本企業のベトナム進出についてもますます盛り上がっていくといいな。